皆さんこんにちは。川崎です。今日はクイックターンについて僕の考え、やり方をお伝えいたします。はい。ということでですね、冒頭にお伝えしました通り、今日はクイックターンについて、コメントでもね、クイックターンについて解説してくださいって言ってくださった方もいらっしゃるので、前回、タッチターン、概要欄にリンクも貼っておきますし、ここにね、ちょっと表示させておきますから、そこから見ていただければと思うので、ぜひね、僕のクイックターンの概念っていうのを皆さん、知っていただいて、自分のターン、悩んでる方もいると思うんで、照らし合わせていただければと思っています。皆さん多分回るのが早いのかなと僕は思っていますので、その点だったりとか、なかなかうまく壁蹴れませんとか、そういうお悩みの方いらっしゃると思うので、ぜひね、この動画で、こういう風になってんのかとか、こうやったらいいのかっていう、その気づきを少しでも1つでも2つでも 0.5 個でもいいので、得ていただければと思っております。はい。で、今日もね、動画を使いながら解説させていただければと思いますので、動画に行きましょう。どうぞ。はい、それではですね、クイックターンの解説を今日もね、映像を使いながら、書きながら解説させていただきたいと思います。ということで、前回タッチターンやらせていただいたので、そちらね、見ていない方は、そちらの方も見ていただければと思います。概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。タッチターンだろうが、クイックターンだろうが、考え方ってあんまり変わらないで、います。それはターンだけじゃなくて泳ぎもそうなんですけど、基本的には速度を変えないっていうのが僕の、フォーカスしているところでございますということで、もう一回ね、タッチターンの時にもお話しした振り返りちょっとしましょうか。はい。今ね、ちょっと止めましたけど、僕が良いと思ってるターンってじゃあどういうターンなのかっていうと、50キロで来て、はい。ターンも50キロであると。で、そのまま速度が変わらずにまた50キロで泳ぎ出してるっていうのが僕の成功だと思っています。で、私が見ている中で皆さんちょっとターンの速度速いかなと僕は思っています。例えば、ターンの速度を速くする必要って全然なくて、泳ぎ終わっターンし終わって泳ぎ始めたらまた同じ速度になってたら大成功だと僕は思うんですね。なので今書いてますけれども、一番上が50キロ、50キロ、50キロでいった僕の思う大成功ですね。で、もう一つは50キロで来たのにターンはヒュンと100キロで回ってまた50キロになっていくっていう状態。で、一番下が50キロで来てターンがちょっと遅すぎて20キロになってまた50キロになってっていう状態が発生してしまうので、なるべくだったら一番上のここの50、50、50も皆さん目指していただければなと思います。なんかね、ターンがうまくいかないなとか、なんか失敗することが多いなとか、正確に蹴れないなっていう方、そういう方はおそらくターンの速度速いんではないかなと思います。ここにね、ちょっとジェットコースターの、次説明の時にも参考にしてほしいんで貼っときますけれども、速度っていうのは、はい、ちょっと説明しますね。もう一回行きましょうか。はい。いいですか？壁がありますよね。壁がありますと。はい。壁があって、そこに我々は泳いできてるわけです。こういう風にね。で、ここから、こう、戻るわけなんですけど、ここの速度が50キロで来ました。はい。で、ここの回り方ね。回り方。これも50キロで、帰るときも50キロである。っていうのが僕の重要だと思っていることです。で、これが100キロに例えばなってしまうと何が起こるかっていうと、速度が加減速しちゃうので、ここから、はい、ちょっとわかりづらいですかね。100から、1回0キロになって、そこからまた50キロになっていくっていう説明になってしまうんですよね。50キロで100キロで回って、今度そこで100キロになると速度が変わっちゃうんで、
ぐちゃーっと一回速度がなくなって、また50キロに加速するという作業が発生すると私は思っているので、ぜひ皆さんね、その速度のところを大事にしていただければと思います。と言いつつ、じゃあどうやればいいのって話になってくると思うので、今から解説しますと。まずですね、軌道ですよね。この人どうやって軌道で泳いでんだろうって思うと思うんですけれども、ここにちょっと動画貼っておきますけど、僕はこのジェットコースターの折り返していくのってすごくわかりやすいなと思っています。あとは、ベルトコンベヤーだったりとか、同じ速度で帰るんですよね。エスカレーターとかもそうなんですけど、あれが力の使い方としては非常に重要な、力の伝え方としては非常に重要なのかなと思っています。で、これを見ていただくと、タッチターンの時も説明したんですけど、こうね、壁に対して直線に入っていって、このまま、直線に戻っているっていうわけじゃないんですよ。で今ね、ジェットコースターのやつ見ていただいてたか思うんですけど、こうね、下に入っていって、上に行って、また、こういう軌道で動いてます。基本的にね。こうすると、ここの速度って失われないんですね。ここの速度ね。この速度が非常に重要ということで、じゃあ見てみましょう。はい。はい。すごく一瞬でね、わかりづらいかなと思うんですけれども、もう一回行きましょうか。ゆっくり行きましょうか。はい。泳いでいきます。ここね、本来だったら、今私はここにいるんで、多分手がちょうどわかりやすいですね。こう行くかなと思うんですけど、はい。これもちょっと再生してみましょうか。こうね、ちょっと位置が変わりましたよね。ちょっと下に入りましたと。こういうふうに。こういうふうに。はい。ちょっと見てみましょうか。これ結構重要なポイントです。もう一回行きましょうか。ここでまっすぐ入ってくるのかなと思いきや、はい、ここ線からずれてきました。ここ下に体重乗せてます。乗せて、上げて、また回るっていう動作。はい。皆さんいかがですかね。あれ、こっちまっすぐ来るなぁとここでは思うんだけど、ちょっと下にね、体重乗ってると思います。で、壁蹴るときも、ここ見ていただけばわかりますね。足の位置と頭の位置で均等じゃないんですね、ここね。こうなってるんですね。こっちに向かってるってことは、やっぱり、こういう動きなんですよね。こういう動きね。はい。皆さんいかがですか？いろんなことが頭に、今あるのかなと思うんですけども、ゆっくり見てみましょうか。はい。泳いできました。ここね。ゆーんと、ちょっと上に、下に行ったと思いきや、また上に行って、で、回ってあげるっていうのが軌道の中では大事かなと思います。その点踏まえて普通の速度でちょっともう一回見てみましょう。はい、泳いできました。上げましたと。で、帰ります。はい。皆さんいかがでしょうか？はい。じゃあもう一つ。今度は回り方いきましょうか。ね。軌道はちょっと、そういう風にやるんだと。それが正しいっていうわけではないんですけど、私はお勧めしているという、ね。ゆっくり回ってちょっと下から上にね、この反動をちょっとつけてあげると良いかなと思います。はい。じゃあ、体の順番、いつも僕は言ってますね。泳ぐときは順番が大事ですよって言ってますよね。はい。皆さん、やりづらいなと思っている方、私が見ると、頭、ね、動くときに、足、まだ曲げない方が良いと思います。いつも言いますね。順番が大事ですよ。いつ頭が下がってで、まだまだまだで、今体が終わって、お尻の方が来てください。足の順番来ましたっていうのが大事です。これ、頭と足を一緒に動かしてしまう方、結構僕が見るとたくさんいらっしゃるので、最後の最後までこう、足がね、水面、ここで見るとわかる通り、はい、すいませんね。ちょっと解説長くなっちゃいましたけど、水面、足、
目安はここでいいと思います。水面と足が同じぐらいになったら、曲げてあげる。ここ、ポイントです。あともう一つの基準で言うんだったら、頭の位置が今ね、ここでロックされたら、はい、回りましょう。いきますよ。回ってきた頭が、はい、ロックされましたと。そしたら、足が回るっていうのが大事な順番かなと思います。難しいですかね。皆さんすいません。もっと簡単に説明できればいいんですけれども、はい。ちょっと難しくなってしまっているかなと思います。いいですか？最初は頭から。で、背中が丸まって、腰の方まで来て、お尻が来て、ここです。ここで足が初めて回ります。はい。いかがでしょうか、皆さん。これ自分のターンとちょっと比べてみてください。自分はどのタイミングで足が曲がっているかなとかっていうのもね、考えてあげると、比べていただくと分かりやすいかなと思います。はい。じゃあもう一つ行きましょう。蹴る時の姿勢ですよね。これ、皆さんどう思いましたかね。そこフォーカスされてた方いらっしゃいますかね。僕の蹴る時って、あたかもまたスタートするのではないかみたいな姿勢になってると思うんですよ。はい。ほぼ下向きですよね。僕がなんでこの方がいいかと思うのは、用意ドンするスタートの時って結構しっかり壁蹴れて、ストリームラインの速度も速いはずなんですよ。なので、そう考えると、ターンの後もこの姿勢になっていることが理想ではあるのかなと、私なりに思っています。はい、もう一回ちょっと戻してみましょうか。なので、1回転しそうでしてないですよね。半回転ぐらいで、私の場合はクイックターンしてます。ね。私なんかハーフターンとか呼んだり勝手にしてますけど、ハーフはハーフなんですよね。はい。で、斜めに回って、こういう動きです。だから頭が1回転はしてないんですよね。こう、顔を見ていただくと分かる通り、こういう動きをしてます。で、もう一つ、このターンもしやりたいなっていう方いたら、さっきの足曲げる話しましたけど、水面から足を出なくすると、水面から足が出ないようにちょっと気をつけていただくと、僕の足って本当もう、すねから上は全部水の中入っちゃってて、靴履くところだけが多分見えてる状態だと思います。そのぐらいコンパクトに回っちゃって良いかなと思います。で、壁蹴るときはもう下を向いてるっていうのが私のターンの特徴ですと。はい、皆さんね、このクイックターンの説明って私もこれ実はね、5回目ぐらいなんですよ、撮ってるの。はい。で、5回で、しかもこれ1日で5回試したわけじゃなくて、この間ね、バタフライの動画の時に、次回はクイックターンやりますって言いつつですね、もう何回も撮り直してるんですね。このクイックターンの説明はものすごく難しいですね。このもう、なんていうんですか、何回撮ってもしょうがないので、今の状態でちょっとね、アップしますので、アップさせていただいてますので、ぜひね、ちょっと分かりづらい方いてもご容赦ください、そこは。はい。で、最後にですね、じゃあどんな練習したらいいんだろうっていうところをご紹介できればと思うんですけど、動画をちょっと流したまま、僕のおすすめの練習法、ね、なんか道具使ったり、うんぬん使ったりっていうことはないです。ただ、大事にしているのが、壁を使わないで練習するっていうのが重要かなと思っています。何よりも自分の体の向きを自分の体で変えるっていう作業が必要なので、壁があるかのようにクイックターンができたら良いかなと思っているので、今こう泳ぎ出してるじゃないですか。こっちにいつも通りですけど、こっちに向かって泳いでいくじゃないですか、壁蹴ったら。で、ここにあたかも壁が存在するかのように回ってあげるんですよ。で、壁があるとどうしても足だったり、タッチターンだったら手だったりとかで方向転換ができちゃうので、体の向きを体で変えるっていう作業をしなくても、体の向きを手とかまたは足とかで
変えることができちゃうんですよ。そうじゃなくて、自分がどっちを向いてて、自分の体がどうなるっていうのを感じるためには、それが必要なので、そのためには、壁があたかもあるかのようにクイックターンができたら素晴らしいかなと思います。これタッチターンでもやってみてください。なので、誰かに見てもらえる方とか、コーチもいると思うんですけれども、友人でもいいと思うので、ターン、あたかも壁があるかのように見せれたらもう万々歳だと思っています。なので皆さんね、ほんとシンプルな練習の仕方なんですけど、壁を使わないでターンしてあげて、ちゃんと浮き上がりの動作もして、また泳ぎ出せるかっていうところをちょっとやってあげると、非常に良いのかなと思いますので、今日はこんな説明になってしまいましたが、一応ね、お伝えしたいことは、伝えられましたので、ぜひね、今日の動画、またチャプターがついていますので、必要なところを見返してあげれば良いかなと思います。ゆっくり回ることだったり、こういう軌道ですよっていう話だったり、体の順番はこうですよとかね、蹴るとき僕はこうなってますよっていうのもお話ししたと思うので、練習はこうしましょうっていう話をさせていただいたと思うので、その点参考にしていただければと思います。はい、長くなってしまいましたね。すいません。では動画戻します。はい、いかがでしたでしょうか。今日は美しいターンということでね、僕のターンを美しく思うのか思わないのか、それは人それぞれの考えがあると思いますので、こういう風にターンしたいなという方がいたら、ぜひとも参考にしていただければと思っております。動画でね、いろいろ内容を説明させていただいたので、とにかく慌てず、ゆっくり、落ち着いてやってあげるのが良いかなと思います。で、ものっていうのは全て順番なので、どこがこうなってこうなって、何番目がどんな部品があって、それがどんな順番で稼働してとか、そういうことが重要かなと思いますので、ぜひね、自分のターン振り返っていただいて、どうなってるのかなって見ていただければと思いますと。ね。ということで、いつも見てくださってる皆さんありがとうございます。またね、これからも配信しっかりさせていただければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。空から見えてた太陽が夕日に照らされ笑った悲しみ涙はさようなら明日